鬼盛りもやし別皿にしてもらってシェアもできるから。あと俺個人的にあとネギもいく。ネギですね。コスパ見るならヤングゴーもおすすめです。やっぱり詳しい。めちゃくちゃ詳しい。辛さ鬼増ししびれ増し特製でございます。うまっ。本当に冗談抜きで多分この世の食べ物で一番好きなんです。もう一個上のね鬼殺しってあるらしい。はい。おおすごい。全然違うじゃん。何これ。皆さんこんにちは。リジェクトロート G の時戸でございます。はい、ゴタクです。はい、本日はですね、なんと激辛王の第11回ということなんですね。そんなやったんですね。はい、もうね、数重ねております。第11回ということで、こちら、からしび味噌ラーメンきかん坊さんの、神田本店の方へ来ております。よっ、ついに来ましたね。ついに来ましたね。もう死ぬほど楽しみにしてました。ですよね、もう小作は普段から結構来てる時期もかなりあったと伺っておりますが、東京以外にお住まいの方にはあんまり馴染みのない、お店かもしれませんが、我々格ゲー勢の中ではですね、来たことない人がいるのかっていうぐらいそうです。浸透してるお店でございまして、ぜひねこの激辛王でやらせていただければなと思っております。そして、今回はゲストとしてきかん坊といえば、格ゲー界、この方来てもらっております。よろしくお願いします。フードです。お願いします。はい、フードさんでございます。まあきかん坊といえばね、フードの名前が正直相当ゲーマーは流行らしたなと思います。もちろんそうだよね。なんかやっぱ僕もフードがきかん坊行ってから訪れたような気がします。俺口に言ってないから行きまくったから。通いまくって、もう毎日なんかその当時ツイッターで超もう連日恋愛やって異常に行ってるなこいつみたいな感じから興味持ってもらって、で一回食べたらやっぱ美味しいから、そこからなんかすごいハマってくれてよかったなっていう。結構辛いものもありますけれども、そちらの方はやっぱ辛シビっていう辛が唐辛子でシビが山椒なのよ。でも激辛王なんだけど、まあ辛さの違うシビの方をめちゃくちゃ行きたいなと思ってて、俺辛はね普通なの。シビ線、鬼のシビ線。シビを味わってほしいのよ。今度ね四川チェンドゥで大会あるじゃないですか。あれは言っちゃえば辛シビなんですよ。そうだ、辛シビだね。辛シビ。なるほど。シビの方もこっちは鍛えていかないとね。そうなんです。 J1 に勝てないということで。確かに J1 も来てましたもんね。確かに。そう今日はちょっと楽しみですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではですね、こちら食券が店内にありまして、こちらで、買っていきたいと思います。きかん坊ってもともと実はパクチーで多分有名になったんだよね。パクチーと一緒に食べるみたいなのがすごい話題になって、だからね、パクチー好きの人はもう 100% パクチーいった方がいい。行ってみようかな今回。であとパクチー好きなんですか？パクチー好き。じゃあもう昔の方がもっとお店がパクチーの匂いがすごかった。8割ぐらい頼んでたんじゃないかなって。で最近は割と普通のやつになってて、であとチャーシューがもう全一みたいな、すごい美味しいから、絶対にもうチャーシュー多めのやつを選んでほしいなって。特性はそれになるんですかね。特性がもう全部入りもう安定で、これ自体はね辛いわけじゃないんだよね。こっからさらにトッピングしていくと、そうだね、辛抜きとかあるし、増しとか辛くないのも全然作れるっていうような感じなんだよね。おすすめはこれで、今回俺はやるのはこれ鬼盛りもやし、鬼もやし別皿、鬼もやしこれ別皿にしてもらって、なんかシェアもできるから、これにしようかな。いつももやしで結構別皿にするのが多いかな。あと俺個人的にあとネギもいく。なるほどなるほど。ネギですね。やっぱり詳しい。めちゃくちゃ詳しい。すごい。コスパ見るならヤングゴーもおすすめです。ヤングゴーすごい。あと言います、お肉もお肉飯より肉飯の方がこの多分分厚い肉が出てくるんで、実はこれ同じお肉じゃなかったりもするんで、俺は肉飯の方がもしご飯行くならおすすめしたい。1個だけ頼むとかってやってみようか。でもいいし、逆にこっちやって飯やるってこう作るっていうのもありだよね。なるほどね。こっちの肉で白飯っていうのも俺はそっちの方が。なるほどね。はい。リアル毎日通うっていうのも込み。ちなみに何回ぐらい来てんの？
いやわかんない。だって俺100とかある。いやもうそんなすまないすまない。そんな来てんだ。もう週2ぐらいは数年やったんじゃないかな。だって週2年間やったら100いくもんね。まあ2年どころじゃないですよね、でもそれって。あ、2年とかじゃないね。ちなみにこちらもありますけど、こっちは個まあね、人的にはまあわかりますけど、まあラーメン、まずはこちら、まずは1、1、2、3って来ちゃってるから、はい、確かに。これで行かせていただきたい。俺もこれも結構食うけどね。スペインさんからはい。鬼殺しもありますよって言って。ああ、鬼殺しっていうのは鬼増しの上のやつ。で鬼殺しは結構ライン超えてて、で唐辛子も一時期そもそも種類が違ったんでやばい時期があった。ありますよね。単純に量じゃなくて質が違う時もあったから、じゃあ俺頼んでますよ。じゃあ俺は特製で、これ先行量効くんで皆さんでネギ。はい。じゃあ俺もこれか、特製ドアンテパクチーいった方がいいね。あとあれだ、辛さを俺、あ、そうだ、しび増しはいで、俺も鬼増しで、小崎さんはじゃあ自分も特製で、特製で、じゃあちょっと鬼しび、鬼しびの方行ってみますわ。普段ね、自分マシマシで、いやヤングコーンもちょっといってほしい。俺やっぱ危険棒好きでヤングコーン、俺結構一番いいじゃん。コスパいいんだよ。コスパ、これヤングコーン好きなんで嬉しいです。ヤングコーンすごいです。あともやしをあげれるんで。あ、なるほど。もやしあげれるんで。もやしはじゃあいただきます。水皿っすもんね。水皿でするんで。オッケーです。どうぞどうぞ。なんかもうお店の人みたいな。確かにね。はい、お願いします。お願いします。もともと来るようになったきっかけは、もともとこれ有名店なんだよ、単純に。そうだ。じゃあウーノが来る前にすでに超有名店。じゃあパクチーで有名だったみたいな。そう、だから俺行った時は本当にもう俺パクチー苦手なの。だからすごいパクチーの匂いがするお店みたいな。だから俺結構変わったようなお店行くのもラーメン好きだったから、で期間坊行って美味しいなみたいな。けどその時はそんな通ってないんだよね。神田までしかなかったから。でそこからサンシャイン通りに期間坊ができたから、その時池袋住んでたから、それでもう鬼こすりしてまあこうやってみんながこう広がって分かってくれたみたいな感じだね。まあそれこそ家買ったのがここら辺だからですね。ローンの一番最初。ローンでどこに行くかっていうので期間坊の近く。もう一つの要素だったよね。やっぱちゃんと理由が側の条件はそうだったんです。そう。俺何も言わないから文句。ただせめて期間坊の近く。で本当徒歩3ぐらいのところに住んでたっていう。でまあそれもまたこういろいろ経て今はもう引っ越しちゃったんだけど。なるほど。だからその池袋に住んでた時も超行ってたし、神田行った時もめっちゃ来てた。さっきね店員さんとちょっと挨拶されてましたけど、もう馴染みですか。そうもう社長さんや今料理作ってるのも料理長。料理長のかな。だってね、結婚式の時に結婚式も出してました。期間坊さんと一緒にラーメンを作ったんだよね。本当に限定ラーメンで結婚式だけしか作ってないラーメン。やっぱ家近かったから厨房に通って一緒にラーメン作った。すごすぎる。一から本当に他の店でもないような味のそのソースラーメン。ベースはこれ？もう全然違う。ベースは俺船橋出身だからコンビニのすがいって白ハマグリって言われるやつが多く取れる。だからその貝の出汁でソースラーメンっていうのが船橋実はある。それローカルラーメンがあってそれを加えて合体もしたやつ。めちゃくちゃゆかり深いですな。本当に仲良くさせてもらって。全員がフードさんに挨拶しました。でもそんぐらいの影響力は少なくとも格ゲーマーの中では。格ゲーマーってことはゲーマーだ。そう。多分ね格闘ゲーマーだけじゃないっすね。多分なんかね来てる。俺の功績と思うの俺すごい嫌なんだよ実は。だって超有名店なのもともとすごい有名店でめっちゃ人気あって、でただそれで俺美味しいから通ってたらなんかゲーマーは俺のおかげでって言われてもいやめっちゃ有名だからそうだったんだ。時々見つけたの俺とかやるとちょっと嫌だよね。俺でもむきさんはそれ営業してるって。でしょ。だからよくないよそれ。だから俺からするともともと本当にもう有名店じゃん。そうなんだね。まあでも我々知ったのがフードきっかけだ。そうそれは間違いないです。だから俺からするとラッキーなの。なるほど。こんな有名店を俺が広めたことになってんじゃんみたいな。なんかフード見つけましたみたいになってんだけど、超見つかってたからみたいな。すごいな。チャーシューが。うわうまそう。これとこらしてもらってもいいのかな。やっぱすごい美味しそう。チャーシューの真ん中の方がプルプルして
ね、美味しいところでしょ、はいはい、端っこの肉を切って後でなんかこうどけとくので、それを集めてるところがあって、それがお肉飯とかに使われる、だからその肉飯は基本的にはこうちゃんとチャーシューのやつで、お肉飯はそうじゃない、なんかちょっとそぼろっぽい部分をやるっていうね。このね殻が購入されました。いやこれね、だから格ゲーマーから本当に羨ましがられるよね。激辛をついにそこまで来たかみたいな、これを楽しみにサウジ乗り切りましたね。いや本当にサウジ後も激務だったんですよ実は。確かに時生さんね。ただ一応ここはフードにもこの共通認識を持ってもらってるんだけど、これは癒しだと。特製からしび味噌ラーメンの辛さ鬼増ししびれ増し、パクチーが別皿です。はいお願いします。はい、おお、いやうまっ。これ鬼増し初だわ。いやそうなんですよ。あります。でお口直しの鬼飴ですね。あります。これ鬼頼むと出てくる。あ、鬼出てこないと多分食べない。出てこないです。今の言ってらっしゃいますもん。そうそれは関係ないです。特製からしび味噌ラーメンの辛さ普通のしびれが鬼増し、ネギトッピングと鬼もやしが別皿です。すごい。あ、すごっ。山椒、鬼もやし。特製からしび味噌ラーメンの辛さ増ししびれが鬼増しのヤングコーントッピングです。はい、ありがとうございます。はい、失礼いたします。こちらの白鬼増しです。辛さ鬼増ししびれ増し特製でございます。そしてパクチー別皿でいただいております。さらにはこの鬼以上いくともらえるアメちゃん。お口直し。あれこれ皿の色も違いますっけ？鬼。そうですよ。鬼増しを頼むと黒くなる。黒くなるんですね。マシは鬼増しの人だけです。フードの山椒。そうでしょ。じゃあこれ多分俺増やすから。これ卓上上で山椒は同じの増やせるんで、ただね山椒に関しては別になんか後で調整することもできるという。いやこれすごいボリュームだ。ちょっと小坂も取っといて。さて、それではいただきます。いただきます。はい。今日久しぶりだから嬉しい。うまっ。これ見てください、ネギ。ネギとスープが美味しくて。なんでネギ増しするかって言ったら量じゃないのし、スープが美味しくなるからやってるから。なるほどな。半分麺が美味しいっすよね。いや全部うまいっす。しかもきかんぼうのいいところって、辛かったらこれうまいチャーシューに逃げれんのよ。辛さ大丈夫？おお。ああ、しびれてきました。なんかね、甘くなってきた。口の中が異常に。これなるんですよね。いや、そう、麻痺ってくるんですよ。水が甘くなります。水がね、なんか神の飲み物になるんですよ。大丈夫、これ皆さん、もやし使ってください。もやし。でもこれしびれた。ありがとう。ちょっととりあえずこれぐらい。シェアリングできるんで。でもヤングコーンとかも。なんか量多いから。なんかちょっと2、3本増えるとかじゃなくて5、6本入るでしょ。確かになんか思ったより全然増えてた。そうだ、やたら増える。トッピングっていうか後で酢を足すのがあってそれがすごく美味しくて酢隠しだ。ちなみにそれはうちの妻倉持がちょっと提案したやつ。俺そこから一時期卓上にもね酢が置いてあったんですよ。ね本当に後半酢入れるのマジでおすすめ。もう超美味しい。肉うまっ。マジで肉うますぎる。もしこっち行ってみる？ちょっとスープだけいただくからちょっとお肉だけいった後いただきます。増やしておきますよ。せっかくなんで。せっかくなんで。増やしてください。ほろほろで。シビどうします？違う、全然違うね。全然違うよ。シビは、なんで俺もともと結構シビ苦手だったんだけど、きかんぼうから超好きになったね。これはやっぱ辛さとしびれって質が違うよね。パクチーどうすか？パクチーこれ今初めてここで食べたけど、これまた感覚が変わるね。甘いんだよね。そうか、あれで言うとマイルドになるのかな。
結構ヤングコーン答えかもしれないですね。そうそなんか味が全然違うからそれもいいっす。う。いや満足感高いでしょ。そう言ってほしいんですよヤングコーン。あ、すいません。お酢もらっていいですか。はい。やっぱりあるんだ。本当にあるんだ。すごい。早いね。これお酢入れるとね、相当スープ。お酢大好きなんで言っていい？いや、甘ーってなるよ。でも最初から酢入れても全然いい。そっちの方が好きな人多いんじゃないかな。うわ。全然違くない？うん。いやこれすごいっすわ。うわすごっ。後半は酢を入れて味変するって。期間もっていろんな楽しみ方があるっていうのはね。これは本当に思ったわ。だから社長のね理念っていうか、見て楽しんで、音で味でみたいな、匂いでみたいな。あと海外にもね、期間棒ってあって、台湾とかある。あれフードさん行ったことあるんですよね。3店舗行ってもな。マジ？俺期間棒多分ほぼ全部行ってると思う。台湾に3つあんの？台湾に何店舗あるんですか3店舗ある。 3店舗ある。へちなみにめっちゃ辛いから。マジっすか？辛町、多分鬼干しとかより辛いんじゃない？俺びっくりしてビビって俺。辛い人が好きな食べ物っていうベースって国ごとにさ違うじゃん。台湾マジ辛い。ザンギさんと言って戦えないっつって。ザンギさん戦えないのやばい。これはちょっと不利つくわみたいななんか。俺も終わってる。麺は辛いから。いや言うて結構だからそう量多いんですよね。そうボリューミーですよ。そうすごいんですよ。やっぱお肉も絶対満腹にな2る。個。うん。普通のりでも高い。もう特製じゃなくても全然普通にお腹いっぱいになる。いや特製頼んでください。期間棒行ったらもう肉食わないとダメですよ。そうそれはそう。絶対もう特製行って肉ゲーっすね。これ見てください。これスープおネギトッピングするとネギが残る。これをが美味しいみたいな。うん。そのネギをすくって食べる。そうなんですよ。このいやこれね俺もねすごい汗かくんですよ。これ今年取ってる汗かいてるんじゃなくてもう本当に10年ぐらい前からこの汗で俺痩せるなと思ったんだけど、まあ余裕で太ったね。期間棒汗がやばい。だけどそれがいい。これでねゲームセンター行ってキンキンのゲームセンターがもう最高なんですよ。確かに。で座ってんですよずっとこうやって。僕も味変も。いや酢はねほんと酢いいっすよ。どこ行っちゃった。あ、全然違う。全然違うね。期間棒は面白さ求めてるから。一杯でさすごいでしょ、変化の仕方が。パクチーもありで山椒も入れれるし、お酢も入れれる。これ売ってますから。あ、そうなんかね、からしびスパイスでしたっけ？はい、これちなみに俺ね一時期ハイボールに入れるのすごい好きで。ハイボール山椒で。あでもなんかたまにあるな。そうそうそう。俺家でこう人飲むときにこれ出してハイボールにこうかけて飲ませてました。飲んでみてほしいです。お酒が好きだからね、美味しい。東京に遠征に来る方はマジで食べてもらいたいです。本当に。実際食べに来る人多い。めっちゃ多いと思う。う。梅原さんのジャンガラみたいななんかそのはいはいはい。ちょっと聖地巡礼的な聖地巡礼ですね、ここは。聖地です。本当に冗談抜きで、多分この世の食べ物で一番好きなんですよ。もう、明日死ぬとしたら多分食べに行きます。そういうレベル。激並びだろうね。いや、そうそう。隕石とかが来たら多分すんごい辺まで並んでると思います。どんだけ作るの好きなんだね。小作君は一人。基本一人で行くし、なんか秋葉で友達と遊ぶときによく来るですね。秋葉から歩いてこれるのが結構魅力なんで。期間棒寄って対戦会行くとかそういうパターンもそうやっぱ多いですよね。池袋とかもいいとこにあるから、サンシャイン行くついでにこう、あ今日は厳しいかみたいな。それ大体厳しいですよ。そうそうそう。まあでもなんか平日夕方マジで狙い目なんで。いやいや3時から夕方の間にヒット確率するのおすすめです。ああ、回った。いやよし。半端じゃない幸福度が。そうなんだよね。いやそうなんですよ。
フード重視だから正直ね、僕は結構辛く感じました。っていうのは最近、遠征も多くて、あんまりね辛いもの実は食べてなかったんだよね。だったのですが、途中で、パクチーもありの、お酢もありので、飽きることなく美味しくいただくことができました。さらにね、かなりボリュームもあるんで、大満足でございます。ごちそうさまでした。感想自体はね実はあんまなくていや美味しかったなって、けどなんかみんな言ってくれたらいいなっていうか、その期間もやっぱいいところってここでしか食べれない味っていうのはやっぱすごい特徴的なんで、一回食ってもらってで好きな人はねすごいハマるだろうし、そうじゃなくても絶対思い出になるから、なんかいっぱい通ってくれたらいいなっていう。いやもちろんもう美味しかったんですけど、なんかそのフードさんがもう鬼の食わせたじゃないですか。でなんか食べてる途中ぐらいで、俺フードさんと一緒に期間棒食ってるっていうそのちょっとしたファンボーイ心が芽生えて出てきた。そうフードさんのねツイートを見て自分も最初に行ったんで、食ってる最初にちょっと感慨深くなっちゃいました。しびれ増しでしたけど、あんまりしびれってさ、でもなんかマシマシに普段してるんですよ。でめっちゃ食べてたから結構慣れてきてあれだったんですけど、久々にこうちゃんとしびれ食らって気持ちよかったです。辛さ的にはもうちょうどマックスぐらいですか？美味しく食べれるぐらい、美味しく食べれるかなりいい線だと思います。ちょっと絡ましもう一個上のね鬼殺しってあるらしい。はい。もし鬼殺しは挑戦されたこと過去ある。過去ある。いやもうやばかった。もう正直食べれなくて、この縁にもう落としまくってもうなんかちょっと完食したの。すごい。スーパーもう余裕で戦えない。お二人は鬼殺しは食べたことない？鬼殺しは食べたことない。存在を初めて知りました。あります。すみません。ちなみに辛い激辛王ですけど、辛抜き、シビ抜きできるんですよ。ああ、確かにメニューにある。普通に美味しい味噌ラーメン、チャーシューってあるんで、ない味噌か。だからこの期間ものいいところって辛いの苦手な人と一緒にいける。確かに全然いける。山椒苦手な人も一緒にいけるっていう。だからそこはねもう本当にめっちゃいいところですね。でもね最近フードさんが食べないからスト6から始めた人とか期間棒って何みたいな人結構いると思うんですよ。辛シビ一戦ってそうなんかみんななんか言っとるわみたいな。一時期に比べるとフード期間棒の結びつきはイメージとしては確かに好きなイメージ確かに子供もできて朝納豆のイメージでしょ。もう違うからこれだからフードさんといえばっていうのはちょっとね老害ムーブ出ちゃいます。てかラーメン好きなんですかとか言われるぐらいだった。そういうラーメンのイメージも多分ないっていう。それちょっと悔しいんで、それはちょっとよくない。ぜひラーメンの動画見たらもう一発だった。そうです。これが噂の鬼殺し。唐辛子が鬼巻きの3倍。3倍。結構辛かったよこれ。やば。辛さが鬼殺しでしびれが鬼殺しのスープですね。おおすごい全然違うじゃん。何これ。これ普通に頼む人っています？いる。じゃあもう好きな人。けど混ぜれば本当にもうでも混ぜるとドロッとしてるけどすごい。いや確かにね。一応激辛王なんでうち。はい。確かにね。これはついに始まったら企画がやっていただく。それではちょっと待ってこっち使って。それちょっと甘くなってるでしょそれ。厳密ですね。そう。いただきます。いただきます。いただきます。激辛王。これね辛くないあるかもしれない。辛くないわ確かに。うわけど後味すごい。いやしびがすごいですね。すごっ。うわこれ多分しびの方が強いね。しびれの方が強いわ。あしびれてきたしびれてきた。若干辛さがきた後で。いたこれペヤングの時と同じ。うわ辛っ。めっちゃ後から来ますね。いけるそんな。さすが激辛。いや一応激辛王なんですごいね。激辛王じゃん。弱点として小食なんですよ。非常に小食だから
はかどってないなっていうふうに見えたかもしれないですけど、いや辛さなんですよ僕の強さは。赤から30倍と比べてすごい辛いんですけど3倍だなっていうぐらいの辛さです。ただしびれ持続がやばい。ピリピリしてます。っていうかなんかこの単純に3倍入れるとこんぐらいなるんだっていうのをはるかに超えたしびれがあります。確かに。もう種類が違うんじゃないかっていうぐらい。まあ多分個体みたいになってたからね。なんか持続がやばい。うん。まあでもねこれ全国の激辛好きももちろんのことこれいけたらすごすぎる。東京だけじゃなくてね世界にいらっしゃると思うんでぜひ、辛さ自慢もよろしくお願いします。普通の食べてほしいっす。いやこの度ありがとうございました。いやいや、こちらこそありがとうございました。本当に長くお知り合いということで。もうかれこれ10年以上。 10年ぐらいそうですよね。おかげさまでフードさんにね、いろいろと。いやいや本当にフードさんの影響で池袋店がぐわって一気に。池袋ゲームの大会があるたびに来る。おー、やっぱりそうだ。あそこもう行列すごいですもんね。なんでこんなにいきなり売り上げ上がったのか。スタッフたちが調べて、なんかこのゲーマーのこの人がなんかいろいろやってくれてるみたいなに言っていて。ちょっと一度お話しさせてもらいたいなって思いで、で来ていただいた時にちょっとまあそれでなるほどでそこからですよね。いや本当にこの度ありがとうございました。ありがとうございましたまた引き続きよろしくお願いします。以上激辛王シリーズの第11回でした。からしび味噌ラーメンきかんぼうさんはこちらの神田本店の他にも池袋の方にも、お店があるということでございます。ぜひね、東京にお住まいの方もしくは遠征に来られた方はぜひお越しの際に食べてみてください。不動さんからは何かありますでしょうか。お土産もらっちゃいました。おうこれね俺初めて見たんですけど、これ食べるからしからしびみたいな。からしこれめっちゃうまいって言って、なんかご飯にかけて食べたり。万能系ですね。万能系のただ多分きゅうりとかにつけてもうまいんじゃないの。わかんないけど、まそうあおつまみにもなるだろうしみたいな感じのやつなんで、はいあとこっちスパイスね。はい。こちら不動さんがはい。もう好きでハイボールにかけてマジでハイボールかけてこう。もうやります。いやマジでやって美味しいんで。結構美味しそう、はい本当に。こっちもいろんな使い方できそうです。これ本当に何にかけても美味しいんで、はい。ぜひありがとうございます。きかんぼうさんのホームページから買えそうです。宣伝ありますか。いや SFL これからね。そうですね。はい。そうですね。まあ時々同じチームなんで、まあ優勝できるように頑張りたいなと思います。まあ YouTube をツイートしますまあ適当にお願いします。はい。各種 SNS もやっておられるので、よろしくお願いいたします。乗っけてください。はい、お願いします。それでは本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。また。